IT です。こんにちは。今日は自然豊かな栃木県日光市にやってきました。日光といえば世界遺産東照宮ですよね。残念ながら東照宮は動画撮影禁止なのでお見せすることはできませんが、無事お参りも済ませて一息休憩したいと思います。今から伺うのは大人気のお店、1868年に創建された歴史ある建物で食事ができるレストランです。今43番って書いてる。コロンビアレコードの前身、日本で初めてレコードの製造販売をした日本蓄音機商会の創設者 FW ホーンの別荘だそうです。明治時代を代表する貴重な建造物として登録有形文化財に登録されています。週末や連休中は大混雑になるので、こちらと公式ホームページでも待ち状況が確認できるようになっています。この日は平日なので待つことなく入店できました。入店してすぐ右側にテイクアウトできるお店があります。奥に蓄音機が見えます。3階は蓄音機ギャラリーになっているそうです。こちらはリビングルームだったお部屋。こちらの暖炉も当時からあったそうです。床や壁、天井などもできるだけ当時のまま残しているそうです。明治の館は創業1977年、老舗の洋食店。大人気のオムレツライスやシェフ自慢のデミグラスソースがたっぷりかかったミンチカツレツなど本格的な洋食メニューが並びます。食べログ100名店に何度も選出されており、食べログトップ5000にも入っています。はい。どうぞ失礼いたします。お砂糖とミルクもこちら。エルバーナよかった、これ頼んで。カスタードプリン昔ながらの固めのプリン、カラメルソースがたっぷりとかかっています。硬い硬いよこれ。うわしっかりと焼き上げられているカスタードは濃密な食感。カスタードとカラメルの甘い香りが広がります。なんだこりゃ、うますぎる。コクがすごい濃厚。いや、カスタードプリンの概念が変わった。うますぎる。スプーンに吸い付くような滑らかさ。卵と生クリームのコクが深い贅沢なプリンです。まろやかで優しい甘さがいいですね。たっぷり食べられるのも嬉しいですよね。プリンをたくさん食べてみたいというプリン好きの夢が叶う一品。大満足でした。これは180年以上も歴史ある酒造、渡辺佐平商店さんの仕込み水で作られた自サイダー。原材料は砂糖、酸味料、塩のみ。甘さ控えめですっきりとしたサイダーです。明治の館の代表的なメニューの一つ、ニルバーナは昭和52年の創業当時から40年以上も愛され続けている人気のチーズケーキで、その名称は最も優れたものを意味する仏教用語で、日光山輪王寺門跡の大僧正が名付けてくださったそうです。使用されているチーズはデンマーク産。その中でも厳しい基準をクリアしたブコのクリームチーズ。卵、砂糖だけという至ってシンプルな素材で作られています。小麦粉を一切使っていないのも特徴です。濃厚でまったりと滑らか。チーズのコクがすごいです。上からかけられたサワークリームとレモンの酸味が爽やかで、口の中でふわっと溶ける軽い口当たり。小麦粉が入っていないとは思えない軽さで何個でも食べられそうです。いや、美味しい。これもう一個頼んだ方がいい。3階もあるね。
違う種類のね。続いて伺うのは奥日光に向かう道中にあるお店。創業から70年以上にもなる老舗です。栃木の名物は餃子や湯葉、のラーメンなどたくさんありますが、実は焼きそばも有名で、地元の方にお勧めされて、こちらの焼きそばがどうしても食べたかったので、今日は念願かなっての初訪です。メニューは焼きそばのみ。サイドメニューにライスとサラダがあるだけです。卓上にはソース、ラー油、胡椒、一味、塩胡椒、爪楊枝などがあります。すいません、ありがとうございます。大盛り卵です。はい、どうですか。ありがとうございます。普通卵ですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。まずはサービスのスープからいただきます。スープには長ネギとキュウリが入っています。ねあ、キュウリこれコンソメっぽいね。これがなんだろう。こちらのスープが美味しいんですよね。コンソメのような、ラーメンスープのような、テイクアウトだとこちらのスープがつかないそうなので、どこか懐かしいこの手のスープに弱い私は店内一択になってしまいそうです。ホッとする美味しさね。ソースって感じじゃないね。白い。こちらが普通盛りの焼きそば。料金は120円の違いですが、比べてみると量はこんなに違います。上から青のりが振りかけられていて、横に紅生姜が添えてあります。なんか2倍ぐらいなの。まあちょっと 1.5 倍って感じだね。まずノーマル。塩焼きそばかと思うような白い焼きそば。小麦の香ばしいいい香りがします。シンプルなね。すごい。イカ、キャベツなどが入っていて、麺の旨味を引き立てる控えめなソース。あっさりとしていて、これは初めての焼きそばです。その日の気温や湿度によって配合を変え、2度蒸し2度焼き、蒸した後は日光の名水にさらすなど、恐ろしく手間をかけた自家製麺。もちっとしたコシがあり、こんがりと焼けた部分は香ばしく最高です。焼きそばに目玉焼きは欲しくなりますよね。また焼き加減が最高です。これだけで十分なごちそうなんですが、店員さんに勧められた味変をしてみたいと思います。こちらは塩コショウと書いてありました。なくても十分ね。いやこれちょっと噛み締める美味しさだね。噛めば噛むものってね言ってらしたけど、本当にそんな感じ。すごくね、塩と胡椒が加わるとこんなに変わるんだって感じ。びっくりするぐらいね。そう塩焼きそばって感じだよね。塩コショウを少し振っただけで味が激変したのは驚きました。ただの塩コショウがジャンクに感じるというか、全く別の料理に変わってしまいました。こちらのサラダも200円とお安いですよね。ちょっとソースをいただきます。結構シャバシャバのソースですね。こちらの特製オリジナルソースで追いソースしてみます。また別物になった。ソースも結構酸味がくるソース。麺がうまいね。またあんまり油っぽくない。全く油っぽくない。
あまりにも美味しかったのでお土産にテイクアウトしました。昔懐かしい経木に包んでくれました。家に持って帰ってもコシが残っていて変わらず美味しくいただけました。だいぶ日も暮れてきましたので、そろそろお土産を買いたいと思います。創業は天明7年、日光では最古の老舗和菓子店です。日光といえば、その名水で作られる羊羹が有名ですが、こちらの羊羹は小豆と砂糖、寒天のみ、余計なものは一切入っていません。素材の良さと伝統製法、日光の名水が作り上げる一品。一つ一つ手作りで1日に作られる量は限られていて、売り切れてしまうこともありますので、ご注意ください。昔は冬だけだったんですけど、今は冷蔵庫があるから。さて、買ってきました。和菓子好きに送る老舗の和菓子コレクション、行ってみましょう。まずはこちら、日野和。2代目が考案し、伝統的製法で製造されている銘菓で、当時日光鴨沢御用邸にご静養中だった大正天皇がこちらの日野和を買いにここまで来られたというお話を聞かせていただきました。こちらの皮がしっとりもちもちとして、なんとも不思議な食感、上品な甘さのこしあんも美味しいです。こちらは一口塩羊羹。食べやすく一口サイズになっても、一つ一つ竹の皮に包まれていて、とても可愛らしいですね。滑らかなあんと塩加減が絶妙。すごい弾力だ。すっきりとした甘さが最高です。こちらは大人気の水羊羹。5本入りで880円、20本入りまでありました。こちらは通販で買うことができませんので、店頭で買うしかありません。店舗はこちら本店と日光通りにもあります。もう日光の水が閉じ込められてる。限りなく液体に近い状態で、かろうじて形を保っているような感触。食べるとサラサラと溶けてしまいます。つるつる。日光の名水を閉じ込めた水羊羹、絶品でした。